ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地方都市にある駅のご紹介です。1キロ以上離れた JR と私鉄の駅の歴史と、立地に優れているのに相手に遅れを取ってしまった駅の事情を、街の歴史からまとめて解説します。ここ数年で路線の主となった、あの魔改造車両にも注目です。というわけで、JR 東北新幹線の下り山彦号で、その駅へとやってきました。今回ご紹介するのが、北関東有数の駅であり、このチャンネルでもたびたび登場してきた、宇都宮駅です。東北新幹線のホームは2面4線で、中央2線が通過線。新幹線型廃線と呼ばれることもある、新幹線のうち拠点駅以外でよくある構造の駅です。ホーム自体は下り線に向かって緩やかに右カーブしています。なお、東北新幹線が最高時速320キロで爆走するのは、この宇都宮駅より先の区間です。ただし通過列車は時速200キロ台で高速通過、数秒で走り去っていくところは、やはり新幹線の駅ですね。この駅に乗り入れるのは、東北新幹線と山形新幹線系統の列車。秋田新幹線の列車は最速達種別のはやぶさに連結されているため、この駅には止まりません。列車は1時間あたり4本程度。両隣の駅よりは本数は多く、そして宇都宮自体が東京への通勤圏にあるため、ラッシュ時には本数が増えます。山形新幹線の翼号は下り方にしか止まらないので、構内には案内があります。行き先や系統が複数あるため、階段の上にしか表示がなく、線路際には番線案内しかありません。下りホームから外を眺めたカットがこちら。駅の正面にはバス乗り場があり、その奥に大通りが伸びています。そして上りホームからのカットがこちら。正面左奥に見えるのが、今年8月に開業したホテル。そして周りの商業施設の手前にあるのが、このチャンネルでたびたびご紹介した、芳賀宇都宮 LRT の起点、宇都宮駅東口停留場です。その手前の影になっているところには JR の在来線の留置線があり、そのさらに手前と新幹線の線路の下に、在来線のホームがあります。改札へと降ります。この駅は3層構造で、1階が在来線、2階がコンコース、3階が新幹線です。駅外に出る改札は1カ所だけで、右手に在来線への乗り換え改札があります。5番線とそれ以外で、ホームが分けられているようです。路線を持つ在来線は、宇都宮線と日光線。新幹線が1番線と4番線なのに対し、在来線は5番線と7から10番線です。同線は横一直線ではなく、日光線が発着する5番線へは、乗り換え改札を出て後ろに回り込む必要があります。この動画では車両にはあまり詳しく触れませんが、今年春に引退したあの車両の動画も、概要欄から見てくださいね。一方、端にある9番線と10番線への動線は、乗り換え改札を出てまっすぐ進んだ先にあります。構造がわかりにくいので、床面の案内が重要ですね。在来線ホームの様子がこちらです。6番線は中線であり、ホームがないため番号が飛ばされています。宇都宮線の愛称があるのはこの10駅先の黒磯までですが、今年3月改正で宇都宮で系統分離され、投資運転される列車はほぼなくなりました。宇都宮線が7から10番線を使っているほか、隣の宝石寺駅で分岐する烏山線の列車も一部のホームを使っています。留置線の様子がこちら。日光線の起点であることや、系統が分けられていることなどもあり、日中でも車両が留め置かれています。そして横一線でない動線に加え、緑の窓口や商業施設の関係で、この駅の西口と東口は場所がずれています。そしてこれから向かうのは、駅の西口。階段を降りて横にあるのが、西口側のバス乗り場です。ここからは、駅周辺や宇都宮近郊に至る路線、そして学校へのスクールバスが多数発着しています。西口からまっすぐ伸びているこのデッキは、バス乗り場の反対側に降りるのと同時に、手前にあるバス乗り場の島までを結ぶものでもあります。系統が多様なので液晶モニターで案内され、発車までの待ち時間なども表示されています。そのうちの1本に乗り、JR 宇都宮駅を後にします。もちろん一番前に座ります。今回重要なのは、このバスの行き先ではなく、経由地の方。駅を出たバスは、先ほど新幹線ホームから見えていた大通りをひたすら西に進みます。来年8月開業予定の新路線、
芳賀宇都宮 LRT の起点は反対の東口であり、こちら側には来ない一方、この通りは県道1号線。車線も交通量も多く、場所によってはアーケードもあるほか、バス専用レーンもあります。そしてこの先、1.5 キロほどの場所にあるバス停が、東武駅前。ここでバスを降ります。そしてこの付近にあるのが、もう一つの宇都宮駅である、東武宇都宮駅です。ただし、バスを降りて南に向きを変えた先、細めの道路の奥にそびえ立つのは駅ではなく、東武百貨店、宇都宮店です。二つの宇都宮駅の位置関係がこちらです。東の JR に対し、西の東部の駅は行き止まり式です。二つの駅の間は県道1号線でつながれ、ここは周辺でも有数の交通量を誇ります。東西で対になっている二つの駅ですが、周辺の様子は大きく違います。以前別の動画でご紹介した東側は、大きめの建物が整然と並んでいるのに対し、西側は様子が違います。建物の大きさはまちまちで、道路もまっすぐの東側とは違い、小刻みな曲線や坂道があります。東部側の周辺には、栃木県庁や宇都宮市役所などの施設があるほか、宇都宮城も東部寄り。元の宇都宮市街は東部寄りにあったのです。東武宇都宮駅が開業したのは1931年。24.4 キロ離れた新栃木からここまでが一度に開業しました。市街地が郊外へ広がる過程で、郊外へ移転した刑務所の跡地を活用して開業したこの路線は、当時の宇都宮市街地へ乗り入れることができたのです。一方、宇都宮駅の開業は1885年。86年には下り方に延伸され、90年には現在の日光線が開業、現在の在来線が出揃います。こちらの方が先に開業したものの、刑務所の跡地を利用して市街地に乗り入れることができた東部に対し、こちらは最初から市街地を避けた場所に駅が作られました。1948年の空中写真がこちらです。宇都宮駅が市内を南北に流れる川より東に建設され、駅のさらに東には田んぼが広がっています。西側には駅前から伸びる道路がすでにあるのに対し、東側には目立った道路すらないなど、駅の開業から60年以上経っても、東側が発展していなかったことがわかります。留置線が東側に寄っているのも、これなら納得です。そして、東側が発展するのはまだまだ先。LRT が通る道路、絹通りができ、周辺に建物ができ始めたのは、1970年代後半のことです。もともと田んぼだった場所に通したため、道路は5番の目のように整然としており、建物も同じく整然としているというわけです。1980年には宇都宮駅舎が現在の6代目になり、82年には東北新幹線が開業、その後東側の発展に伴って留置線の一部が廃止され、現在に至っているというわけです。開業では宇都宮駅に遅れを取ったものの、市街地の中心に乗り入れた東武宇都宮線。その終点はどのような駅なのでしょうか。東武百貨店の横には古くからの商店街があります。ここは栃木県内最大の商店街であり、LRT の垂れ幕もあるなど、お祝いムードはこちらにも健在です。ただし駅の入り口は少々目立たない場所にあります。東武百貨店の青に擬態しているので分かりづらいですが、入り口の看板がこれ。巨大な建物の左端にちんまりと佇む入り口。手前の古びた看板と合わせ、雲行きが怪しくなる展開です。中へと進みます。左右の内装や天井の仕上げも古びた感じで、その先に見える看板にも中身がないなど、一気に錆びれた雰囲気になります。そして突き当たりを右に曲がって再び階段を上がった先、東武百貨店の横にあるのが、東武宇都宮駅の改札口です。宇都宮駅に比べて人気が全くないこの駅、券売機の台数も少なく、改札内の右手にある看板も中身がありません。そして発着する列車は30分間隔です。県道1号にバス乗り場があるため、駅の横の乗り場は規模が小さく、宇都宮駅のように多くの路線が駅前まで乗り入れるわけではありません。バスを待つ人もこの通りです。この駅がかつてもう少し道路に近いところにあったのですが、1959年に駅ビルが完成。同年に東武百貨店がオープンした際に100メートル南に移され、営業キロもその分縮められています。その後85年には百貨店の改装に合わせて駅構内が10メートル南に移動されるなど、
百貨店とは切っても切れない存在となっています。そして百貨店の隣ということもあって、正午には時報が鳴るなど、おしゃれなところもあります。改札内へと入ります。改札口がホームの突き当たりにある、投炭式と呼ばれる構造のホーム。折り返しの南栗橋行きが到着です。これは、かつて東京メトロ日比谷線へ直通していた2万系列を改造した20400型。8両から4両に短縮されており、東武宇都宮駅を発着する列車はすべてこの形式で賄われています。そしてこの駅を発着する列車は、新栃木行きか、日光線の南栗橋行き。ラッシュ時でも1時間4本のみの運行で、都心への直通列車はなく、15両編成が都心へ直通する宇都宮駅とは比べるまでもありません。そしてこれらは、すべてワンマン運転となっています。ドアはボタン式で、アナウンスでも案内されているほか、乗車位置目印にもその案内があります。この区間のワンマン運転では、車外の様子は改造で設置されたカメラを通して運転台のモニターで見ることができ、ホームの天井には監視用のセンサーが並び、安全確保を図っています。ホームの端に立つと列車が発車できないので、注意喚起のテープが貼られており、構内アナウンスによる呼びかけもあるほか、駅構内の柱にも掲示があります。また、20400型のドアの扱いなども周知されています。ちなみにこの車両、運行時間の長い列車も結構ありますが、トイレはありません。コスト削減のためにワンマン運転が採用された宇都宮線。もともとホームも小さくシンプルな構造で、構内図はこの通り。ホーム自体は一面2線で、車両の右には留置用の線路が1本あり、深夜の車両留置に使われています。この留置線が1番線であり、ホームの番号はこれを飛ばしているため、この駅には2番線と3番線しかありません。左側にももう1線敷けそうな場所がありますが、奥には建物が並び、ここがかつて線路として活用されていたのかはわかりませんでした。また、ネットで囲われているこの建物は職員の詰め所か何かだったようですが、老朽化が進んだのか、現在解体が進んでいます。その奥にある建物もかなり古びた感じ。そして看板もこの通り、先は長くないかもしれません。ホーム終端にやってきました。20400型の4両編成は全長72メートル、ホーム全体も100メートルもなく、あっという間に到着です。かつてはホーム先端に監視用のモニターがあったのですが、すでに撤去されています。ホームの内改札寄りには百貨店の建物が被っているほか、線路の西側やこのカットのさらに左手前にも駐車場があるなど、百貨店の存在の大きさが伺えます。南栗橋行きが発車です。発車メロディーが鳴る中、運転士が顔を出して安全確認をし、ドア扱いをします。ちなみにこの曲は、2019年6月、1年間の期間限定で採用された、カリフォルニアシャワーという曲。結局継続使用され、今に至っています。一方で信号が開通すると、メリーさんの羊のメロディーが流れるため、2つのメロディーが流れる賑やかなお見送り。渋いモーター音を響かせながら、30分に1本の列車が駅を発車します。4両編成のうち1両だけがもともと5ドアだったため、ドアを埋めた跡が丸分かりなこの車両も特徴的ですが、この動画で大事なのは、列車が出た後、発車した列車を見送ると、駅のすぐ先で線路が単線になっているのが見えます。そしてこれが、現在の東武宇都宮駅の位置づけにつながった要素の一つです。東武宇都宮線は計画時は複線でしたが、昭和恐慌の影響を受けて単線で建設され、現在も全線単線のままとなっています。少なくとも東武宇都宮駅周辺はロングレール化されているものの、この線路容量によるダイヤ上の制約もあって、東武宇都宮線は宇都宮市近郊の輸送が主体。宇都宮駅に新幹線が通り、在来線も都心に直通する JR と大きく違います。2019年度の乗降客数が、宇都宮駅が1日平均3万8000人ほどなのに対し、東武宇都宮駅は9600人と4倍程度の開きがあり、その差は歴然。そして宇都宮から上野、あるいは浅草までだと、新幹線は別格としても、JR の在来線の方が、東武宇都宮から普通列車に乗り、栃木駅で東武特急に乗り継ぐより安くて早い場合もあるなど、
運賃や所要時間の格差も段違いです。また、北関東の観光地として知られる日光ですが、東部で行くには新栃木駅で乗り換える必要があり、新栃木駅には特急が止まらないこともあり、普通列車だけだと1時間半はかかります。一方 JR 日光線は直通列車で行くことができ、本数は1時間に1本程度と少ないですが、駅数が少なく、東部と違ってショートカットできるため、45分前後で行けます。合理化が進むだけでなく、駅施設自体も変わりつつある東武宇都宮駅。宇都宮駅からバスですぐなので、LRT を見に来た時に行ってみるのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。